皆さんごきげんよう、上川かおるです。今晩は動画ではなく生放送でお送りいたします。なお、事前の告知などはしていませんので、掲示板等で特に質問を受け付けてやりはしていないので、私に何かこんなことを話してほしいなみたいな話は、基本的にはチャットの方に書き込みを直接よろしくお願いします。というわけで、翡翠のしずくさん、アラン・トレイシーさん、今日はよろしくお願いします。さて、今日の生放送なんですけれども、どんな話をするか、一応3つほど用意しております。今日のお話は、まずはクリミア半島での攻撃激しくなっていますよということをお伝えしましたが、その後の展開のお話と、現在ロシアではまさに戦争をしているわけですが、ロシア本国が戦場にはなっていません。そのため現在、ロシア本国では兵器見本市、アーミー2022というのが行われています。ここでちょっとした出来事があるのでご紹介しようかなと思います。それとですね、ロシア軍の傭兵部隊としてワグネルというものがあります。これは今回の戦争だけではなく、これより以前から様々な紛争地域でロシア軍のいわゆる汚い仕事を担当しているような民間の傭兵部隊なんですけれども、こちらの方が、結構ポカを犯したよという話を取り上げようと思います。その後、余談的なものとして、ニュース記事としては、核戦争が起こったらどうなっちゃうのかなっていうところでニュースが出ておりので、こちらの方の話も少ししようかなと思っております。そして、基本的に世界の話ばっかりしていると、日本のことはどうなんだという、コメント結構入るんですよね。いや、世界のことはとっても大変なのはわかるんだけれども、いやいや、上川さん、日本の今の政治状況の話ももっとしてよということもあるので、直接的につながりのある安全保障の話として一つ、産経新聞の記事をご紹介しようかなと思っております。その後、早く話が全部終わっちゃったなーっていう時とか、もうちょっと話したいなーっていう時は、ニュースサイトで、その時気になったものなんかを取り上げようかなと思っております。さて、それでは、まずは一番最初の話いきましょう。こちら戦争研究所の今、どの部分がロシア軍に占領されていて、そしてどの部分で戦いが激しくなっているのかという、毎日おそらく更新してくれてると思うマップなので、私は一応これを毎日のように朝起きた時に、最初どのくらいの変化があるかなっていうのはあんまわからないんですけれども、パッと見で変わった部分ないかなってちょこっと見るんですよね。例えばですね、ドニエプル川の西側、こちらの方の戦況状況どうなっているのかなって時々見るんですけど、大きな変化はないなっていうのをよく見ることありますよね。以前ご紹介した、北の端で一つの村をめぐって戦いが起こってるよっていう話あったと思うんですけれども、例えばここの出っ張り部分ですよね。この出っ張り部分のところで、根元をキュッとウクライナ軍が締めたら、大体2000人ぐらいのロシア軍部隊が孤立して、ここを撃滅できるかも、みたいな話をしました。その後、結局のところ、そんな小さなくくりではなくって、この橋、川にかかっている橋ですね。ヘルソン市のすぐ横に大きな橋がありまして、この橋をまず破壊しました。そして、もう少し東側に鉄道橋があって、こちらも破壊して通れなくなった。さらに少し北に行ったところにある、ノーバカホフカというところのダムにかかっている橋についても、こちらも攻撃して3カ所。こちらの3カ所を大きな、重量物のあるものであれば通れないよということにしたことによって、川全体、ここを一つの区切りにして全体を包囲することができるっていう、こういった状況になったんですよね。だから小さな村を固執するよりは、もう全体をぐるっと囲むような形で今展開しているっていうところですよね。さて、これだけの状況で収まらなくなったのがこの南部戦線の話で、
ここ最近の話としてはさらに進んで、クリミア半島に対する攻撃というものが行われるようになりました。カーソルがちょっと映ってるかどうかわからないんですが、黒海に面した西側の中ほどにある空軍基地があって、そこが、空軍基地じゃないな、海軍基地の軍用飛行場、こちらの方が攻撃されたっていうのがまず最初にあって、その後、この画面中央に映っている、こちらの街が鉄道の交わるところなんですね。全部日本語で書いてあるわけじゃないんですけれども、この 35A002 とか、35A001 とこの2つあるんですけど、確かこれが鉄道のはずなんですよね。いや、もしかしたら高速鉄道的な部分じゃなくて、道路の方かもしれないですけど、とりあえず2本あったと思うんですね。この町から2つの鉄道が、ウクライナ南部、ヘルソン州とザポリージャの、2カ所に流れているということで、この交わっている町に対する攻撃っていうのがあったんですよね。で、これに関しては立て続けに攻撃というのがあったことによって、クリミア半島にいるロシア人は、あれ、ここ安全だと思ったのに、もう危険なのかと思って、結構慌てているわけです。で、ゼレンスキー大統領はこれに対してもかなり政治的な、話題作りというものをしていて、クリミア半島を取り戻すにあたってどういうことができるかっていうのを、政治的にもちょっとアピールする、そういったことなんかもしていますよね。で、それに関連して民間人はロシア軍の施設に近づくなというような警告も行っております。かなり大きな爆発があったので、この影響というのは大きいですよね。で、これに関連して、アメリカの戦争研究所では、今回の攻撃っていうのがある意味、クリミア半島に対する政治的な圧力っていうのをかなりかけると同時に、鉄道輸送、補給路をかなり混乱させることになるだろう。そしてこれが一つ攻撃の発端とも言えるような形で、ここからですよという、ある意味、ロシア側に対するメッセージでもあるんじゃないかという話をしております。で、クリミアの人たち今どういう状況なのかっていうと、ここに映っている映像っていうのはですね、クリミアで大きな爆発が起こった後、シンフェロポリ、このシンフェロポリっていうのが、多分この辺りだったと思う。この地図でいう真ん中の辺り、クリミア半島の付け根辺りの駅だったと思うんですけど、ここに多くの人たちがやってきて、クリミア半島から出ないとなと、住民なのかこれ観光客の人たちなのかはちょっとわからないんですけれども、多くの人たちがクリミア半島から脱出を図るということが起きていますよという、そうした現地からの動画なんかも上がってきております。そしてですね、これ鉄道だけではなくって、車での移動っていうのも結構激しくなっていて、一時期は大渋滞が20キロ近くまでなったっていうことですけれども、現在ではそこまでではないものの、断続的にクリミア半島からロシア本国側へと車で逃げ出す人たちというのも引き続きあるそうです。そしてですね、今までの話というのはほとんど南部戦線の話ばかりしてきました。というのも、こちらの方が圧倒的にウクライナ軍が状況的にはいい状況を作り出したんですよね。だからこそ私は積極的にここを取り上げてきたんですけれども、じゃあこの間東部戦線の方どうなってるのっていうのはあんまり触れてきませんでした。で、それはなぜかっていうと、これも以前解説を行ったんですけれども、東部戦線っていうのはもう住民の人たちに対して、もうここは、まともに住めるような状況ではないので、皆さん避難してくださいと多くの人たちに呼びかけて、実際に住民はかなりの人が移動している状況です。なので、かなりの意味で、ウクライナ軍としては地対戦術、とりあえずロシア軍の侵攻っていうのを足止めする、そういった役割の方が大きくなってるんですよね。今ちょうど参院さんがそのことを書いていますけれども、いろんなチャンネルで戦争の報道をしていますが、どちらが優勢か本当のところがわかりません。本当にウクライナが優勢なのでしょうかっていう書かれてますけれども、これは以前の動画だったかちょっと生放送だったかが忘れましたけれど、
私は常にウクライナに対する評価としては善戦しているっていう言葉を何度となく使っています。それは一体なぜかっていうと、ウクライナが優勢ではないからです。ここをちょっと、勘違いされるとまずいかなと思うんですけれども、決してウクライナが勝っているわけではないんですね。それはこの戦況報告マップでもすぐわかると思うんですけれども、この赤い部分っていうのはロシア軍が占領している地域です。決してウクライナ軍が、ロシア本国領に攻め入って、ロシア本国領ここら辺、全部占領しているよというような話ではないんですね。そこをちょっと間違えるとなんかおかしなことになるんじゃないかなと思うんですよね。で、私がなぜ、善戦していると表現しているかっていうと、そもそも論としてウクライナ軍とロシア軍を比較した場合において、どっちの方が戦力的に上なんですかってなったら、私はロシア軍の方が基本的には上だというふうに考えています。それはなぜかっていうと、かつてソ連があって、そのソ連っていうのはアメリカといずれは戦う、もしくはヨーロッパの国々と戦うということを想定して、一応軍備を整えてきました。一方でウクライナっていうのはそのソ連の中の一つの構成国に過ぎなかったということもあって、決して多くの資源っていうのを引き継いだわけではありません。ソ連時代様々なものを作り、そして備蓄したもののほとんどっていうのは基本的にはロシアが持っているわけです。だからこそ困ったことにこういった戦争が始まった時には過去の遺産をどれだけ動員できるかっていうその動員力に大きな差が出てくるわけです。なので私も動画で今までたくさん解説してきました。この中でロシア側はソ連時代に作った砲弾や弾薬なんか、もしくは兵器なんかを大量に動員して、それで無差別攻撃を非常に激しくしていますよという話なんかをしてきました。それがまさに東部戦線の話ですよね。東部戦線ではロシア軍が、1日1万から1万2000発ぐらいの砲撃をしてくると。それに対してウクライナ軍はだいたい3ヶ月から4ヶ月ぐらいで砲弾が底を尽きて、1日の砲撃数が3000ぐらいまで落ち込んだと。1日3000発撃ち返すウクライナ軍と1日1万2000発撃つロシア軍っていう、この歪な戦力比っていうのが発生したために、東部戦線では、ウクライナ軍がじわじわと圧迫されてきたわけですね。じゃあ、完全にロシア側が優勢なのかというとそうではないんですよね。それだったら私の言う前線ではないわけです。それは圧倒的に負けてますよっていう話ですからね。じゃあなんで前線っていう評価をしてるかっていうと、もう半年経つわけです。本格的な侵攻が始まってから。半年経ってじゃあものすごい戦力つぎ込んだロシアがどれだけ占領できたのかっていうと、だいたいウクライナの25から 30% 程度だと言われています。ほとんどの地域は逆に言うと占領されてないわけです。GDP の差で言うと、ウクライナ1に対してロシア側は10です。で、この大きな GDP の差を生み出しているのは、ロシアは天然資源、特にエネルギー資源、石油、天然ガス、これらが非常にたくさん取れるっていうこともあって、お金の面で言えばこれまでずっとアドバンテージがあったわけです。そういったような状況、過去の遺産、ソ連時代のものをたくさん持ってますよ。そして資金という面においても天然資源を売るということができて、これまでキャッシュリッチ、現金が非常にたくさんあった国なわけですね。じゃあそれだけの国がウクライナへ攻め込んだときに、半年経ってこれだけしか占領できないっていう状況を見て、いやーロシア軍優勢ですねと言えるのかといえばそうじゃないと。ここまで押しとどめたウクライナすごいなっていう意味で善戦しているっていう表現が私はぴったりなんじゃないかなと思いますね。で、ウクライナ軍が善戦している理由というのはこれまで言われてきた。まずウクライナ軍の兵士がそもそも自分たちの国を守ろうとしてしっかりと戦っているということがまず第一で、それを支えているのが NATO 加盟国からの情報支援、経済支援、軍事支援。この3つの支援が複合的に絡まってウクライナを支えているわけです。で、私がウクライナの人たちが戦う気持ちがあることっていうのを毎回挙げる理由っていうのは、逆に言うと、経済支援、軍事支援、情報支援、この3つが全部揃ったとしても、
戦う気がない兵士だったらどれだけいたとしても、ウクライナはとっくに全土を占領されていると思います。で、この話をするときに、ちょっとこのマップとはちょっと関係ないんですけれども、まあやはりアフガニスタンの状況っていうのが大事なんですよね。アフガニスタンにおいては、アメリカの支援によってアフガニスタン政府軍っていうものが作られていました。国家財政についていてもお金ガンガン入っていたし、兵器についていてもアメリカは1兆円程度の兵器をアフガニスタン政府軍に与えていたと言われています。そして兵力の差で言えば、タリバン1に対して政府軍は10といったような形で、圧倒的に政府軍の方が装備もいいし、数も多かったわけです。じゃあ今どうなったかといえば、決着としてはアフガニスタン政府軍は完全な敗北を喫して、現在では姿も形もありません。アフガニスタンはタリバンが今は完全に全土を掌握している状態です。つまりこれはどんなに装備があっても、どんなにお金があっても、やっぱり右往の衆は所詮戦争には負けますよっていうことを示しているわけです。だからこそ現在ウクライナがこれだけしか占領されていない。そしてここ最近では特に戦線に大きな動きが出ていないっていうのは、ウクライナ軍が非常に粘り強く善戦している証拠だと言えます。なのでこれをどう評価するかっていうのは、おそらく評価する側の人間のやり方次第だと思います。他のチャンネルで見て、ウクライナ軍がすごい勝ってるぞっていうふうに思って私のところに来て、いや前線してますよって言われるとどっちやねんと思うのは、それは仕方ないことだと思います。これは実際に何が起こってるかっていうのを見ても、やはりそれをどう評価するかっていうのは人それぞれだからっていう、理由がありますね。マリーさん久しぶりでございます。はい。ありがとうございます。全部押し返すというのは非常に難しいんですけれども、少なくともですね、この半年の戦いを見ている限りにおいては、かなりウクライナ軍のその上部の司令部のやり方っていうのは、理にかなった行動が基本的には多いので、大ポカをすることはちょっとないんじゃないかなと思ってます。一方で、ロシア側の方は、これまで動画に何回もしてきましたけれど、いや、学習能力全然ない人たちが結構いるんじゃないっていうのを、これまでも突っ込んできましたし、おそらくはこれからもそれは続くんじゃないかなと思います。何しろ、ポカをやった人たちっていうのが戦死したり、もしくは左遷されて、他の人がやってくるわけです。すると、何かここが問題だったよっていうのを引き継がないので、それによってミスもまた再び起こすっていうことがあるんですよね。さて、それで東部戦線の方における攻撃なんですけれども、またしてもロシアの前線指揮所が遠距離攻撃で破壊されましたよという、映像が入ってきております。よいしょ。ちょっと待ってね。音声が入ると、かなりの激しい攻撃があって、もう建物がもうボロボロで何にも残ってないよっていう、そんな映像になっております。一応予測的な数で言うと犠牲者はロシア軍の兵士、100から200人程度がこの攻撃によって亡くなったかもねという話になっております。実際のところこの数値っていうのは確かの正式発表は完全に止まっているので憶測に過ぎません。なのでこの100人っていうのも本当はもっと多いかもしれないし、もしかしたら、ゼロっていう扱いに後で変わるかもしれません。このあたりはちょっとわからないところですね。ただし、ロシア側の方の被害が明らかに出ているのは間違いありません。で、親ロシア派の人たちというのは、ロシア側のプロパガンダを、代弁しているということもあるので、ウクライナ軍側から攻撃している。特にハイマースによる攻撃なんかは全然効いてないぜっていうような話をされるそうです。私から見ると、いや、それ聞きまくってるの聞かないですよっていうプロパガンダ信じる人たち、そこはやっぱちょっとね、映像を見てほしいなと思いますね。ここ最近だとそうした映像っていうのがなかなか流れないっていうのもあって、自分から情報を取りに行かないとどのくらいの被害が出てるかっていうのはちょっと分かりづらいとは思いますけど。さて、そんな感じで、ちょっと言い忘れたことがありましたね。よいしょ。で、ハイマースによる攻撃で先制はじゃあ動かないのかっていう話をちょっとしておきましょう。
これも動画で話すには少し細かすぎる話なので、ほとんどの場合省略しているんですけれども、ハイマースによる攻撃っていうのは点です。ピンポイントとも呼べるものです。一方で戦線、つまり線であったりもしくは面といったものは、より広いエリアを指す言葉です。ハイマースっていうのは、これが現在のところ MLRS といって多連装ロケットシステム、イギリスやドイツのものと合わせても現在のところ25両だと言われているので、決して戦線全体をカバーするわけではありません。そのため、実際のところ戦闘としてはどれだけの砲撃戦ができるか、そしてどれだけの守備陣地を守ることができるかということで、ロシア軍とウクライナ軍の占領地域が今こうやって線となって現れているわけです。で、ハイマースによる攻撃っていうのはこの線を前進させたり後退させるというものではなくって、武器庫を破壊することによってロシア軍の戦闘力を落としますとか、前線指揮所を破壊することによってロシア軍の動きが麻痺させることができるといった具合にして、直接的に戦場の前進後退を左右するものではないんですよね。だからこそ少し分かりにくい面もあると思います。実際に南部戦線において前進をするためには、やはりこの後ハイマースによる攻撃があった後に、兵士と戦車、装甲車、そういったものが一丸となって前に出ないといけません。つまり攻めるときにはハイマースじゃないんですよね。戦車が必要になるんです。で、対戦車ミサイルのジャベリンといったものが非常に活躍したこともあって、戦車は不要だっていう、いう人たちがいるんですけれども、実際のところ、守るときに、例えば建物の中で隠れていたり、森の中で隠れていたりっていうときには、ジャベリンで狙って戦車を破壊することができるんですけども、守っている相手に対して、じゃあ、占領し返そうってなったときに、ジャベリン担いで行ったんだったら砲撃されて、兵士たちはみんな死んでしまいます。戦車がないとダメなんですよね、ここは。なので、攻防っていう両方のことを考えると、現代においても戦車は必要ですよ。そして戦車が空からやられるっていうことを考えると、やはり制空権、航空優勢っていうものがすごく大事ですよっていう、このあたりが、いろいろ絡み合ってくるんですよね。ちょっとこのあたり細かな話で、そこまで関心がないよっていう人たちもいると思いますけど、そういった事情でございます。さて、こちら少し戦場から離れてロシア本国のお話をしましょう。こちら AFP 通信の記事なんですけれども、戦車の上に女性が何人も乗っているっていうところなわけなんですけれども、本当に短い文なんですけれども、今モスクワ郊外クビンカで国際軍事技術フォーラムアーミー2022が開催されている。こちらの開会式ではプーチン大統領が演説して、同盟国やパートナー国に消火器から装甲車、大砲、戦闘機、無人機に至るまで最新鋭の兵器を提供する用意があると述べた。ほぼすべて実戦で1回以上使われたとしている。という場合にして、こんなっていうと変か。ごっつい兵器の上に女性を乗せて、撮ってね、写真撮ってね、みたいな感じで、開催しております。実際の商談が行われるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、行われていたとしてもですね、うまくはいかないだろうねと思う。単純に現在、ウクライナが戦場になっていて、プーチン大統領はロシア製の兵器はすごいんだぞっていう話をしているんですけど、私の目から見ると、特に何かすごいなって思うものは今のところないかなっていう感じですよね。やっぱりロシア軍の一番の強みっていうのは、一つ一つの兵器が高度であるかどうかではなくって、圧倒的な、物量、数ですね。戦車が100台やられても、まだ後ろに100台いるよみたいな形で控えているので、それはもう数の暴力なんですよね。それだけを見て、もう、ロシア製の兵器が欲しいっていう人たちがそんなにいるかっていうとそうではないだろうと思いますね。さっきの話もありましたけれども、もしも防御側の気持ちに立てば、
しっかりと守備陣地をガッチガチのコンクリートで作って、そこに対戦車砲とか対戦車ミサイルとか、まあ装備した方がいいんじゃないみたいな話になりますし、まあ遠距離攻撃できる自走砲であったり、まあミサイルであったり、そういったものの方が断然大事だよねっていう話になりますよね。さて、そんなですね、このアーミー2022で一つ注目されている商品というのがありまして、それがですね、この犬型ロボットの上に対戦車ミサイルを乗せて、これで攻撃したらすごいよね、みたいな、これがロシアの技術だ、みたいな感じでちょっとプレゼンしたらしいんですけれども、ちょっと動いているところがあるので、よいしょ。まあ、犬型ロボットが対戦車ロケットを抱えて、まあ、ペコ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 と歩き回るっていう、まあ、こんな映像なわけなんですけれども。で、ロシアはですね、これがなんかすごいでしょうっていうふうに言ってたんですけれども、まあ、実はこれですね、別にすごくもなんともなくって、まあ、皆さんも結構、まあ、見たことあるかなと思うんですけれども、こうした犬型ロボットっていうのはもう何年も前からいろんな企業が取り組んでいて、まあ一番有名なところでは、ボストンなんだっけ、パッと名前が思い浮かん。そうそうそう。金沢キツネさんがちょうど書いてくれました。ボストンダイナミクスが開発したものがまあ一番有名かなと思うんですけれども、今回のですね、犬型ロボットは、ボストンダイナミクスではなくて、中国がそれを真似して作ったおもちゃなんですね。US ドルで、3730ドル。まあ、45万円ぐらいかな。っていうくらいな感じで、で、これ軍用のものではなくて、ホビーとか趣味とかもしくは家庭用で、面白楽しく使ってねっていうおもちゃなんですよね。で、おもちゃに対して、そうした対戦車ロケットを乗っけて、これがロシアの素晴らしい技術だって言ってるっていう、大丈夫なのっていう、まあ、軍事専門家とか軍事雑誌とかの取材に対しては、いやー、ロシアやばいなっていうね、逆にやばさを伝えるニュースになっちゃってるんですよね。で、今、ロシアの兵器どういう状況かっていうと、今こうやって並べられている戦車とかもそうなんですけれども、必要な部品っていうのが、まあ、ことごとく制裁対象だったりすることもあって、ほとんど量産が効かないっていう状況になっています。そのため、ウクライナの戦場においても投入される兵器っていうのは基本的には、以前作ったものをオーバーホールして、よし、使えるようになったぞ。でも前線でやられちゃった分があるから、どんどんと押し出せみたいな形で、生産と、そして供給されてるんですよね。まあ、決してこうした軍事展覧会なんかにまあ、並べられるような最新兵器っていうのは出てこないわけです、戦場には。まあ、もしも並べたら、まあ、破壊されてしまって、まあ、商談がプイッと吹っ飛んじゃうっていうこともあるかなと思いますね。ちょっともう一回お話をしてしまったかもしれませんが、さっき東部戦線の話で、ロシア軍の前線指揮所が遠距離攻撃を受けて大爆発で兵士たち100人ぐらいが吹っ飛んだかもというお話をしましたが、東部戦線にはですね、そうしたロシアの正規軍の前線指揮所だけではなくて、民間軍事会社ワグネルの現地の本部みたいなものがあったそうです。で、こちらの方もですね、ウクライナ軍の遠距離攻撃でもう破壊されてしまったよという、そうしたニュースも流れております。ただしですね、こちら、その内訳というか、なんでそうなったのかっていうのが、やっぱり突っ込みどころのある話なんですよね。こちらの写真はですね、このワグネルの本部だよっていうところを取材したロシア側の戦争特派員の方がおられて、その特派員の方が、じゃあみんなここで記念写真撮りましょうかっていうことで、まあ写真を撮って、それをインターネット上に公開したんですね。で、問題なのはですね、ここがどこなのかっていうのがはっきりわかる場所があると。こちら写真の左側にここ看板っていうか、ちょっとしたなんか文字が書いてあるじゃないですか。この書いてある文字っていうのがですね、
地名とか番地とかをもう直接全部書いていたものなんだそうです。まあ私はロシア語は読めないので、ちょっとわからなかったんですけど、わかる人に言わせたらもうここに全部書いてあるじゃんっていう感じだったそうです。まあなので、後でそれを指摘されてですね、いやこれさっさと写真削除しなきゃって言って慌てて削除したんですけれども、もうここに本部があるっていうのはウクライナ軍側にも伝わってしまったので、そこでですね、このワグネルの人たちも逃げ出せばまだ良かったんですけども、どうやらですね、この記者の人がインターネットに公開したっていうのを後から知ったらしくてですね、攻撃を受けてこの本部が吹っ飛んで、その後でなんで攻撃されたんだっていう原因調査をしたときに、あの時の特派員が、ここの看板を写ってる写真をインターネットに公開しちゃったんだっていう、まあなんだろう、この戦争の最中にこの緊張感のなさみたいなのをちょっと感じますよね。大体この集合写真の写真も、なんか肩を組み合って、もうこの後ピースでもするのかなみたいな、そんな雰囲気ですからね。なんか緊張感ないなと思うんですけど、この写真に写ってる人の一体何人がお亡くなりになったのかちょっとわからないですけど、まあ結構な損害を受けたそうです。で、その時の、現場写真っていうのも、こちらもインターネット上に上がっておりまして、もう建物はズタズタになっていて、まあ、生存者が外に運び出されるっていう、まあそうした映像なんかも出ております。こちらの方も動画と写真なんかが出ているので、おそらくこれを撮った人っていうのは、まあ現地の、いわゆる占領されたウクライナの人が、まあ取りに来てるんだと思います。爆発があった、一体何だろうって言って取りに来たら、まあこんな感じだった、みたいな感じですね。まあ、そしてその被害写真っていうのが本当に正しいかどうかっていうのも、こちらも後から検証されるんですよね。ウクライナ軍が攻撃した時は看板があったから、ここが、まあ、ターゲットだと確定できたと。で、その後の被害の写真っていうのが本当かどうかっていうのも、やっぱりここにも、情報を確認する作業が必要になります。というのも、プロパガンダとして、本当は攻撃がうまくいっていないんだけど、攻撃がうまくいったかのような写真を作るっていうことがあるからですね。これはウクライナ軍側の攻撃が全部うまくいってるかっていうと、そこもちゃんと見ないといけないって話ですよね。うまくいきました。本当はうまくいってないけどね。っていうことがあり得るわけです。で、現在インターネットではこうしたオープン、オシントと呼ばれるような、まあ名称で呼ばれる公開情報を元にして、その写真や動画っていうのが本当にその場、その時で発生した出来事なのかっていうのを検証する人たちがいます。これは別に誰かのお金をもらってるってわけじゃなくて、確かめたいインターネットをやってる人を手を挙げてみたいな形でまあ集まっている人たちなんですよね。まあそういったこともあって、この破壊されている建物、そしてこの被害を受けている人たちの場所っていうのも写真に写り込んでいるものと、そして衛星写真の写真などから、あ、ここ合ってるみたいなのをみんなちゃんと確かめた上で、これはプロパガンダじゃなくて本当に、ワグネルの本部が吹っ飛んだその被害の時の動画や写真なんだなっていうのが確認されるっていうわけですね。まあというわけで、インターネット上ではどうしてもですね、どちらか一方のプロパガンダっていうのがどうしてもガンガン出てくるんですけれども、その一つ一つもちょっと確かめる必要があるんですよね。ウクライナ側としては被害は小さく、そして戦果はより大きくっていうのを見せたがるっていうのは、これはもうどうしても仕方ないものなので。まあだからこそ、ものすごい勝ってるっていう伝え方をする人もちょっと出てきちゃうんですよね。まあなので私のチャンネルにおいては常に、この戦場でどっちが勝ってるっていう表現ではなくて、ウクライナ軍は善戦してますよっていうこうした評価っていうのは多分これからも続くんじゃないかなと思いますね。例えばですね、この後ウクライナ軍がこのヘルソン州で、ロシア軍に占領された地域っていうのを少しずつ取り戻したとしても、それはあくまでも勝ってるではなくって奪われた土地を取り戻してる状態なので、決してなんか大勝利とかそういう話ではないんですよね。なので少しずつロシア軍にダメージを与えて戦況を優位に運んでいるとか、まあそういった表現になるかなと思いますね。
うん。玉ねぎさん。多分新聞記者さんの身の安全が気になります。先ほどの、この写真を撮ってインターネットに公開しちゃった人の話ですね。これがですね、意外と大丈夫だと思います。というのも、これまでですね、ロシア側の報道機関が、今ここで、ロシア軍の兵士がウクライナ軍に攻撃してますみたいなのを実況中継した人たちとかも、まあ過去にはいて、それによってロシア軍が大打撃を受けるとか、もしくは港で今装甲車を船から降ろしてますみたいなのをリアルタイムで実況したテレビ局があったりもしたんですけども、まあその後その人たちが、強制収容所送りになったとかいう、まあいわゆる後日談的なものは出てきてないので、まあ多分、大目玉は食らってるとは思うんですけれども、まあ命が奪われるほどではないのかなという感じですよね。まあといったわけで、ロシア軍というよりも、ワグネルを壊滅させたのはロシア側の、戦争特派員、いわゆるジャーナリストの人でしたよという話でした。まあ本当に情報の取り扱いには気をつけないとダメっていう話ですよね。というわけで、今日の話としては、まずクリミア半島でウクライナ軍が攻撃を仕掛けて、それによって、現地の人たち、ここも戦場になるんだと、やっと、眠りから叩き起こされて逃げ出す人たちがわさわさわさと出てきている状態でございます。そして東部戦線においては遠距離攻撃によってロシア軍の前線指揮所がぶっ飛んだっていうプラスアルファとして、民間軍事会社ワグネルの本部も、遠距離攻撃で破壊されたと。で、そちらの方はロシア側の情報公開のミスによって吹っ飛んでしまったということで、まあ戦場においては情報をどれだけうまく使うかっていうのが大事っていう話ですよね。さて、まあそんな時に、現在ウクライナに対する武器供与の話っていうのが、まあ、いろんな人たちからどう評価されるか、まあその評価っていうのは分かれます。例えばアメリカがものすごい大量の兵器をドーンと供与すれば、ロシア軍なんてあっという間に飛ばせるじゃないかっていう意味合いで、アメリカはこの戦争を終わらせる気がないんじゃないのっていうことをよく言われます。じゃあドーンと渡した場合においてロシア軍があっという間に駆逐されると、まあ心配になるのがプーチン大統領がブチギレして、核兵器使っちゃうかもなっていうネタで、そしてそのネタの延長線上で、もしも核戦争が起こった場合にはどういうことになるかという、こうしたニュースが改めて注目されるわけです。で、核戦争の話っていうのは別に今に始まった話ではなくって、まあ米ソ冷戦の時代においては、双方が核兵器をどんどんと増やしていきますよっていう核兵器の軍拡競争が起こりました。で、その時にはキューバ危機というものがあって、実際に米ソが核戦争になるかもという、まあそういったこともあったわけです。なので、まあ決して核戦争っていうものは全くありえないかっていうとそうではなくって、まあいつでもちょっと心配だよね。だからこそ核兵器を減らさないとねっていう話になってきているわけです。じゃあなんで減らした方がいいかっていうと、これがですね、一般的な兵器の場合だと、その兵器を使った場所の人たちが被害を受けるっていうことで、まあ基本的にその話は終わるわけです。ところが核兵器っていうのは、それだけでは終わりませんよ。核兵器に直接攻撃されていないそうした人たちも多大な影響を受けるものですよ。だからこそ人類全体にとっての危機なんです。というお話です。核戦争なら世界で50億人が死亡へ。爆発より飢餓の犠牲者が多数という研究。ちょっと喉を休めるためにこちら機械音声で読み上げていきますね。まあ、多分問題ないはずなんだけど、ってみよう。核戦争が起きた場合、死者は50億人に上るとの研究結果が発表された。大気中の梅塩が日光を遮ることで農産物の生産が壊滅的なダメージを受け、世界的な飢饉による犠牲者は核兵器爆発による死者数をはるかに上回る恐れが大きいという。
ラドガース大学の研究チームは起こりうる核戦争シナリオ6つについてそれぞれの影響を分析。米国とロシアの全面戦争という最悪のシナリオでは人類の半数余りが死亡することになるとのリポートが学術誌ネイチャーフードに掲載された。研究では核兵器の爆発による旋風でどれだけの梅塩が大気中に吹き上がるかを計算。米大気研究センター NCAR がサポートする気象予想ツールを使って国別の主要農産物の生産性を割り出した。ロシアがウクライナ侵攻を開始して以降、米ロ間の戦争の恐れは高まった。ロシアのラブロフ外相は4月、核戦争が起きる深刻なリスクを警告した。研究報告を共同執筆したラドガース大学のアラン・ロボック教授は、データが我々に伝えようとしているのは核戦争を絶対に起こさせてはならないという一点だと述べた。というわけで、核戦争の話なんですけれども、先ほども述べたようにですね、核兵器っていうのは使った国同士の話だけではないんですよね。どれだけの梅塩っていうものが上がるかっていうのが、これが結構大きな影響をもたらします。大量の土煙や、そうしたすすといったものが大気中に上がって、これが成層圏なんかに溜まってしまうと、太陽から降り注ぐ日射量が減少してしまいます。それに伴って農産物っていうのはどうしてもですね、作れない、育たないっていうことが起こってしまうわけです。で、そうなるとですね、今の人口を支えるような食料生産ができないので、カロリー不足っていうのが世界中で発生するんですよね。それに伴って飢餓が発生して、戦争とは全く関係のない人たちが飢えて死んでしまいますよっていうのが、一番ひどいシナリオなわけです。だからこそ核戦争、例えばアメリカとロシアがやるだけだったらもう2つの国だけでやってみっていうような暴論っていうのを全くの間違いで、もしもこの大国が核戦争を行ってしまうと、その被害っていうのは全く関係のない地球人類全体に降りかかってくるという話です。で、プラスアルファですね、太陽から降り注ぐこの日射量が減るっていうことは、穀物が大量に自給できる国であっても、そうでない国であっても、どっちにしても物ができないっていう状況なんです。ここもちょっと勘違いされているところで、私の国では食料自給率 100% だっていう国があったとします。その国にしてみれば、遠くの国で核戦争が起こったか。でもうちの国は農地が大量にあって人口もそれほど多いわけじゃないから、たとえどんなことがあっても大丈夫だなんていうふうに思っていたら、食料自給率が 100% の国であっても食料の生産高が例えばマイナス 90% ですよみたいなことになったら、例年と比べると 10% の作物しかできませんでしたということになるので、その 10% しかできなかった穀物を全国民で奪い合うみたいなことが発生しちゃうわけです。もちろん食料自給率の低いところではこの状況っていうのがもっとひどいことになるわけですね。もともと食料自給率が例えば、30% しかないところで 90% 減ったらもう絶望的な量しかないというところですよね。あと気をつけなければならないのはこういった話をしたときにですね、いや、それだったらキノコ食えばいいじゃんとか、もやしを作ればいいじゃんとか、もしくは LED とか、いわゆる食物工場で作ればいいじゃんっていう話が出てくるんですけれども、この問題はですね、量が圧倒的に少ないプラスアルファカロリーが全然足りないっていう話です。例えば葉物野菜を食物工場で作りましょうってなったとしてもですね、例えばレタスとかは、今でも作ってますし、工場産のものっていうのも出回っているんですけども、人間が生きていくためには圧倒的にカロリーが足りないんですよね。例えばお米とか、じゃがいもとか小麦とか、そういったいわゆる主食となる穀物が全然育ちませんよ。で、そういったものが育たないときには、当然のように牛、豚、鶏といったものも食べるもの、いわゆる穀物飼料もなくなるわけですよね。そんな状況で、じゃあみんなで何を食べるのってなったら、そもそも食べ物がないですよっていうことになるわけですからね。だから、自分の国だけは大丈夫とか、自分だけは大丈夫みたいな話はちょっと難しいんですよね。で、一つ一つの食物で言うと、
これだけで作れば大丈夫っていうことは大抵ですね、自分の工場の周りの人だけなんとか助かるというレベルであって、決してその国の国民全員が食べていける量にはならないっていう話なんですね。ここがまた厳しいところで、だからこそ食料の奪い合いで、その国の中がかなり内乱状態になってしまうというところですよね。これまた恐ろしいお話でございます。だからこそ核戦争っていうのは、何としてでも避けようっていうのが、どうしても出てきてしまうのでございます。さて、少し核戦争の話、でっかい話だったわけですけれども、基本的にはある程度コントロールしながら戦争しようっていうところに行き着いてしまうわけですね。だからこそアメリカは、例えばハイマースよし100機を送ろうとかね、もしくはよしもうめんどくさいからフライングタイガースだ、もうアメリカ人のパイロットが義勇兵として乗り込んだ F16 を送り込んでしまえとか、そういった極端なことはしないわけですよね。なかなかそういかないっていうところから、じれったいなっていうふうに私は思ってしまうんですけれど。そういったわけで、ウクライナにおける戦いっていうのは、私は長期戦を覚悟すべきだというふうに考えています。で、基本的なシナリオとしては、ベトナム戦争の時の北ベトナム側の気持ちになって戦うしかないかなっていうところですよね。北ベトナムの戦い方っていうのは、その時の超大国アメリカを相手にしたこともあって、まさに今のウクライナとロシアの関係とちょっと近いかなと思えるんですよね。その当時のベトナムっていうのは、共産圏、中国とソ連から支援を受けて、その当時のアメリカと戦っていたわけです。で、この時もベトナムの人たちはやっぱり戦う気持ちがあって、それにプラスアルファで後ろから支援を受けるっていう形だったわけです。一方でアメリカっていうのは、まさに超大国なわけなので、ほとんどの国にしてみると、いや、ベトナム勝てないだろうって思っていたわけです。実際戦闘っていうのはものすごい長期間にわたって、そしてベトナム全土が本当に戦場になって多くの人たちが亡くなることとなりました。ところがですね、実際にじゃあ最後に勝ったのはどっちかっていうと、北ベトナム側だったということなので、基本的にもうウクライナもこれをある程度なぞるような形で時間はかかったとしてもじわじわと大国であるロシアを手足をもぎ取っていくような戦い方をしていくことになるだろうと思います。だからじれったいんだけれどもこれがどうしてもね、現実かなというところですね。決して戦争がいいことだとは思いませんけれども、そして短期間で終わるっていうのも理想だけども、そうはいかないのであれば、最終的な勝利を得るための長期戦、持久戦っていうのも確保する必要があるっていうところですよね。そういったわけで最後に、なるかなというところで、じゃあこんな風にして世界のことを見たときに、日本どうなのよっていう話ですよね。安全保障の話っていうのは結局のところですね。日本がじゃあ最終的にここから何を学ぶのかっていうところにつながるわけです。例えばロシアはウクライナを侵略するにあたって自分たちにとって都合のいい侵略の口実っていうのを作った上で、攻め込んでます。こういう風なやり方をしたときにですね、じゃあロシアに対して全世界が敵になったかといえばそうではありませんよっていう現実があるわけです。日米欧から経済制裁を受けてますが、じゃあロシアに対して宣戦布告してウクライナ側に立って参戦した国がありますかっていうとないわけです。さあ私たち東アジアの情勢から言うと、日本の周りにはロシア、北朝鮮、中国、この3つの国があります。そしてロシアだけではなくって中国も国連の常任理事国です。そして中国は台湾に対しては、台湾は自分の国なんだからここに何をやったとしてもこれは国内問題です。国家間戦争ですらありません。何をしようとも他の国は口出さないでね、内戦干渉を許さないよっていう話をしてるわけです。このようにしてですね、ロシアと同じようなことをやったとしても中国は常任理事国ですから、文句を言われたとしても突っぱねるっていうことをするでしょう。そしてたとえ軍事的な行動を起こして経済的な損失をたくさん受けたとしても、プーチン大統領と同じく全然気にしないタイプの人だろうなと思ってます。
例えば私たち日本人からしてみると、今、経済成長全然できていませんね。この30年、地獄のような横ばい成長、もう成長という言葉すらつけるなんて悲しくなるぐらいな状況なわけですけれども、ロシアも今回の侵略によって少なくとも GDP はマイナスになり、そして外から物を買えなくなって、そして自国生産できないものはどんどん中国製のものに切り替わってという形になっています。今回の兵器見本市においても、ロシアの素晴らしい技術だって言って、実は中国製のおもちゃを持ってきて、これが目玉商品ですみたいなことをやってるっていうのを見てもわかるように、ロシアっていうのはもうこの先は発展にかなりのブレーキかかるな。でもプーチン大統領がそのことを気にしないなっていうのと全く同じように、習近平国家主席も別に経済発展なんてあんまり気にしてないよって一瞬でも思った瞬間に戦争なんていつでも始められちゃうわけですよね。経済的な損失があるからやめようっていうのはある意味理性的なもしくは経済重視の考え方から出てくる話であって、経済発展どうでもいいやって思った瞬間にですね、軍事的な圧力をそれをもう実際に使う段階に入ったとしても誰もおかしくないというところですよね。さて、そんな話から今私たちが関わり合いがあるっていうところは直接的に軍事力を行使しているわけではないんですけれども、サイバー戦争っていうのは今世界中に巻き起こっております。今回の話で言うとオシントと呼ばれるものがいわゆるインターネット民が世界中に散らばっていて、それぞれロシア側の出た情報は正しいのか、ウクライナ側の出ている情報は正しいのか、どっちかプロパガンダひどすぎないかどうかチェックしようという動きがあるのと同じように、国家の中においてもそうした情報発信、分析、そして攻防戦というのが行われるわけです。そのためにそれぞれの国でサイバー部隊というのが組織されております。ここで問題となるのはですね、ウクライナとロシアとのサイバー戦争っていうのは、ウクライナ側に世界中の多くのホワイトハッカーの人たちがついたり、もしくは有志のネット民がくっついて、結構応援してるわけです。そういった意味では、本当に義勇兵というか、そういった人たちがたくさんいるわけですけれども、じゃあ、国家としてそういった人たちを部隊としてどこが一番持ってるんだっていう話になった時に、注目すべきなのは私たちの目の前にいる中国。中国のサイバー部隊の人数、3万人ぐらいはいるだろうと見られてるんですね。それに比べると日本は540人で、これで大丈夫なのかっていうのが、この産経新聞の記事なわけですけれども。これはですね、はっきり言えば、予算がないからできないっていうのが一番大きいんですよね、そもそも論として。何しろ日本は GDP が横ばいでずっと続いてきたこともあって、一方で年月が進むことによって、少子高齢化の影響で高齢者の割合がどんどんと人口比で増えていって、社会保障費はもう伸びまくって、もうガンガンに増えてますよっていう、状況なので、なかなか防衛予算が増やせないという状況なんですよね。だから危機感として540人は少なすぎだろうって突っ込むんだけど、じゃあどっから金持ってくるねんっていう話が延々と繰り返されるという状況であります。このあたりも社会保障にある程度手をつけるべきだと私は思うんですけどね。で、これを言ったら、ソース感を食らうかもしれないんですけど、やっぱり、平等っていう観点で言うと、高齢者の人たちが自己負担率、1割っていうのがあるじゃないですか。もうこれは、このサラリーマン世代の人たちと同じく、3割に上げるしかないんじゃないのとか思うんですけどね。で、そうやったとしてもですね、実は人口的に言うと、もう高齢者の人の方が増えまくってますよという状況、それ自体は別にこれからもまだしばらく続くので、だいたい今からで言うと15年から20年ぐらいの間はこうした、少子高齢化の一番きつい時期っていうのを過ごすことになるので、なかなかお金のやりくりが難しいんですよね。逆に言えばその先、少子化した状態で、人口が安定すればようやく均衡が保たれるバランスになるんですよね。でもちょっとそれまでに中国が動き出そうとしているっていうふうに私は思っているので、ちょっと無理をしてでもやっぱり国債の発行っていうのをすべきだというふうに私は思っています。で、国債の発行について言うと、現在のところ建設国債っていう形で
まあ、土建業にお金をいっぱい回す分には、ある程度国債出せるんですけれども、こうした防衛予算になんとかお金をっていう話とか、もしくは教育の方になんとかお金をっていう話をしたときに国債がうまく利用できないっていう問題があるんですよね。だから国債っていうのはある程度自由に使えるようにっていう、ここがちょっと大事なんじゃないかなと。で、先ほども述べたように少子高齢化っていうのは逆に言うと今から20年が本当の山場で、そこを過ぎ去ってしまえばある程度人口は、なんていうかな、土管型というか、極端ななんかバランスが悪い形ではないんですよね。まあ人数が明らかに少なくはなるんですけれども、少なくとも高齢者の数と若者の数が、まあトントンになるぐらいまで持っていければ、まあその頃からある程度国債の占めることを考えてもいいんじゃないかなとかね、私は思うので、まあそういった意味では、まあサイバー戦争もそうですし、安全保障に関わるお金っていうのも国債をある程度出すことによって将来に向けて備える。で、備えるだけではやっぱり難しいので、私はこの防衛産業っていうのはある程度輸出産業として育成すべきだと思ってます。で、これも先ほどの話ともちょっとつながるんですけれども、国債ガンガン発行してお金がどんどんと出るだけじゃやっぱりそれだけでは回収が難しいので、やはり防衛産業っていうのはある程度輸出産業化することによって、まあ税収も増やそうであるとか、もしくは雇用を作り出そうとかいった。で、プラスアルファそうした形で、まあ生産をすることができれば自衛隊が調達する兵器なんかも、まあ少しでもお金を圧縮しようとかね、まあそういったことを考えるべきだと思うんですよね。まあなかなかそのあたりの総合的な話が日本では進んでなくて、まあ輸出するっていうことに関して言っても、基本的に緩和はしてきてるんですけれど、緩和だけじゃちょっと物足りないなっていうね。まあ戦闘機をまあ輸出できるものを作るっていう話もなかなか難しい。まあ現在はイギリスと共同開発の話は進んでるんですけど、その話がなんとかうまくいってくれることを願っております。まああとは戦車について言っても自衛隊のものっていうのはまあ結構物がいいのでね。まあただ、日本の島国での運用を前提しているので、大陸で使うことを前提にはしていないっていうところがちょっと、まあ難しいかなとは思うんですけれども。よいしょ。といったわけで、まあ、もろもろのいろいろな話してきましたが、まあ生放送っていうのはこのようにしてですね、まあ普段の動画では全然触れないような細かすぎるよそこみたいな話とかもちょっとしておりますが、99ヨッシーさん。外国人が悪用している医療費や生活保護費をちゃんとなくせば国防予算に回せます。大事ですよね。そういう、いわゆる塵も積もればなんとやらっていう言葉がありますけれども、これをおかしいじゃないのっていう問題をもう一つ一つ丁寧に直していくことによって、もう無駄なお金っていうものをちゃんと回収してそこを、使いたいところに回すっていうね、本当政治の王道の部分ですよね。パープルさん。とにかく反対する輩がいるし。そうなんですよね。まあさっきも言いましたけど、例えば医療費の自己負担率1割を3割に上げようってなったら多分、今の政権で言うと支持率は 20% ぐらい下がるぐらいのものすごいダメージになると思うんですよ。でもやらないといけないという意味ではやるべき話ではあるんですよね。まあとにかくこうした社会福祉を充実させましょうねっていう話っていうのは、基本的には高齢者の人たちがそれほど長生きしない時代に作られたものです。例えば平均寿命で言うと、現在ではまあ大体80歳前後っていうのが、まあまあそのぐらいっていうイメージでみんなも固まってるんですけれども、昔はそれこそ10歳ぐらい若い70歳ぐらいには多くの人たちが亡くなるような時代っていうのもあったわけです。だから、年金をもらい始めましたよ。15年ぐらい経ったらもう多くの人が亡くなってますよっていう時代なのか、それとも年金をもらい始めてからもう20年、30年と生きる人がたくさんいますよっていう時代っていうのはもうちょっと時代が変わってきてるんですよね。まあそのあたりの事情が変わったっていうのもあるので、まあ福祉の予算っていうのを考えたときに、以前と今を同じにするのはちょっと不可能じゃないかなと思うんですけどね。
孝一郎翔太さん、運動と食事に気をつけてピンピンコロリを目指そう。そうですよね。一番悪い状態っていうのはやはり長患いをして本人がもう意識がない状態なのに肉体的には生き続けてますっていう状態ですよね。で、現代の医学っていうのはまあ技術的にはかなり進んできているっていうこともあるので、例えば自分でもう食事を取ることができませんよってなったら、じゃあ胃ろうって言っても胃に直接チューブで栄養を送り込んでしまおうっていうことができるわけです。まあ、もしくは心臓についていても、いやいやもう機械である程度、そこも賄いますよっていうことをして、もう体中にチューブとかいろいろなものが、機械が装着された状態で、まあ生かされるっていうこともあるんですよね。で、一旦そうやって装着してしまうとですね、まあほぼほぼ高齢者の人たちがそれで、まあ回復するっていうことはないので、まあなかなかね、でもそれを全部社会保障で賄っているのが現実なので、まあね、そこら辺のこの死生観っていう部分ですね。ピンピンコロリって死ぬっていうのが本当に理想的な社会なんですけれども、まあそういった意味では予防医学にもっとお金を使いましょうとか、まあそういったところですよね。マー君さん、話それてるよ。まあそうですね。まあ生放送の、なんていうかな、醍醐味というか、まあ特徴としては、話がそれまくることだと私は思ってます。というのもですね、動画っていうのは、いわゆるワンテーマにある程度絞り込んだ上で、例えば撮影するときにですね、私は今日はこの話をしようって考えたときに、ある程度3つぐらいのポイントだけは必ず喋ろうって考えて、そのポイントに、なんていうかな、向かっていく形で話を進めていくんですよね。よし、今日はこの話をしよう。例えば今日の話で言うと、まずクリミア半島に、ウクライナ軍のパルチザンがかなり活動が活発化していて、まあこれ結構影響大きいな。二つ目がロシアで、まあ戦場になっていないっていうこともあって武器見本市は行われているんだけども、これ買ってくれる国あるんかなっていう話をしようとか。で、東部戦線の話も入れ込んでおこう。まあ動画にしないからなっていうような感じで、まあ3つぐらいのポイントを挙げてそこを繋いでいくんですよね。で、生放送の時は、まあ、それ以外の話は、まあ、いくらでもしてもいいやって私自身ちょっと思ってる部分があるので、まあ、こういった話もするっていうところですよね。総雲教さん、色をやるとなかなか死なない。そうなんですよね。死なないんですよね。まあ、肉体的な問題で。高田信彦さん、元彦さん、看板は良かった。今日の話で言うと看板。これですかね。はい。左上に、番地まで書かれている看板映っちゃってますよっていうところですね。はい。まあ、このあたり、やっぱりですね、一般的なニュース報道だと、ウクライナ軍、ロシアの民間軍事会社ワグネル拠点を破壊だっていう形で、攻撃したかどうかみたいな話はしてるんですけど、なんでそれが攻撃できたかまでは、日本は報道してくれないんですよね。なんだろうな、このもったいない感じというか、日本の報道機関というのはそうした、なぜこれが起こったのかっていう部分についてかなり、省略しちゃうんですよね。日本で報道するときに。まあ、クリミア半島でこんな爆発がありましたよっていう話をするときも、それどうやって誰がやったのとか、それによってどんな影響が出るのっていう部分は、まあ、ものすごいニュースではもうスパーンって切られて、爆発が起きました、激しい戦いです、終了、はい、じゃあ次のニュースですっていう形に移っちゃうんですよね。これがちょっともったいないなっていうか。で、じゃあ日本で今どんな話なのっていうニュースなんか見る。これはまあちょっとライブドアのニューストップページですけど、例えば国内のニュースだったら、東国原氏が、言い間違いに言及っていう話が出てますけど、これはまあ選挙管理で今東国原さんが、県知事選出るよという話とか出てますよね。まああとは今の政府関係の話で言うと、統一教会の話で、様々出ているっていうところで、よいしょ。
確か萩生田さんの話が今日は多かったかなっていう思うんですけどね。ちょっと今このライブドアニュースには出てないですけれども。まあ、とにかく基本的には国内ニュースとしては、まず統一教会関連の話と、それに関連して自民党の議員がどんな、関係がありましたよっていう話があって、で、まあ、締めの言葉としては、いや、これをなんで言わなかったんでしょうかね。今の自民党とんでもなく悪いことですよねって話でなんか終了して、その後、ウクライナ情勢です。爆発しました。今大変ですね。トントン。じゃあ次へっていう形ですごいさらっと言っちゃうっていうね。なんか私はその戦争に対する向き合い方として、って思っちゃうんですよね。まあ、だから本当人によって様々興味関心の向かう先っていうのは違うなっていうのを思っていて、例えば私はここ最近だともうずっと、この戦争関連の話ばっかりをしているわけなんですけれども、まあ、順番で見ていっても、ここ最近で戦争以外の話で言うと、まあコロナの話が1本と、あと鈴木宗男さんは違うな。これは関連してるな。どこだ？もうどのくらい前だろうな。安倍総理が暗殺された事件以降にも、統一教会の話1本上げてるぐらいかな。まあ国内政治の話あんまりしてないですよね。でも本当に興味関心のある部分で言うと、テレビがもうひたすら統一教会を流している関係もあって、私が言わなくてもいいかなって思っちゃう部分あるんですよね。まあ例えばですね、仕事で、まあ夕方までずっと職場にいる人なのかわからないと思うんですけれども、私の場合だと家にずっといることが多いので、そのお昼のワイドショー的なもので言うと、ミヤネ屋っていうところがですね、もう番組が始まってから終わるまでずっと統一教会の話だけしてることっていうのが結構あるんですよね。だから1時間とか2時間とかずっと統一教会の話してるのすごいなと思うけれども、逆に言うと、これの情報量を上回ることは絶対動画ではないなみたいに思うんですよね。で、読んでるコメンテーターとしても、まあ、紀藤弁護士が来て、いやいや、それはこうで、ああでねっていう、まあ、解説も非常に詳しくしているっていうこともあるので、もうこれだけ見たらば、まあ、全部、統一教会関係は抑えられるんじゃないのとか、まあ、結構あるんですよね。まあ、ただ問題なのは、どんなに話をいろいろ追求していったとしても、最終的には、まず統一教会の犯罪性っていうのを暴いた上で、法人資格っていうのをまず取り消して、当然法人資格っていうのを取り消した後においては、もう免税っていう措置がなくなるので、もう今までのような活動できないようになりますよとか、まあそういった具体的な話、ルールの部分を進めてほしいなっていうのと、で、岸田総理もですね、もう自民党の各議員が自分で説明すればいいやみたいな話をしているということに関しては、これはやっぱり党の全体意思としても統一教会関係のものについては一切絶縁します。もうこういう関係を断ち切りますっていう宣言をして、まあこれ以後はやるなよっていうような、そうした、まあ宣言をするっていうことが大事なんだと思いますね。で、そういったことができないからこそ毎日のように批判されてっていうのが続くんだと思うんですけどね。もうとにかく一人一人の個人の責任だみたいな、これはものすごい自分との、なんていうか、安全、予防措置をしているだけで、まあ岸田総理としてはなんとかこれで逃げ切ったつもりなんだろうなって思っちゃうんですよね。こたつねこさん。状況が読めない人だともよくわかった。あの人はね、私が言うのもなんだけれども、まあ、知名度を生かして少しでも票を集めればいいから、いわゆる見た目ちょっとでも、まあ、テレビに映ったらいいからみたいな形で出てくださいって言われた人なんだろうなと思ってます。で、逆に言うとそんな人でも、まあ、議員になれるっていうところが、まあ、恐ろしい制度ですよね、今の。小池都知事問題大変危険です。
まあ、小池都知事で言うと、ここ最近だと、まあ、海外じゃないや。東京都において起業するときに、まあ、無利子無担保で1500万円ある程度お金を用意しますよっていう、そうした制度ができた話してましたよね。で、これに対して、インフルエンサーのひろゆきさんが、まあ、1500万円もらって失敗してとんずらして中国に戻ったらもう完全に持ち逃げで、このお金にみんなの税金だよ、こんなことを許していいのっていう話をしてましたよね。もうそこはもうその通りだと思いますね。まあそもそも論で1500万円無担保でボーンって渡すって何それっていう話ですからね。おかしな話でございます。で、そんな小池都知事でもまあ特に辞めさせようという話にならないところが、やっぱり多くの人たちがそれだけ政治に関心がないっていうのが一つあるんだと思いますね。知らない人の方が圧倒的に多いんじゃないかなって思っていて、知ればやっぱりおかしいぞって思うはずなので、そこがね、ルニハニさんスーパーチャットありがとうございます。野沢麺ありがとうございます。まあ、あとは、今、ぴょん吉さんが書いてますけど、まあ、自分の住んでいる土地の、いわゆる、県知事さん、府知事さんっていう人たちのやっていることと、やっぱり自分の住んでいないところに、まあ、行政のトップである東京都知事の何をしているかっていうのに興味関心がないっていうのは、まあ、全く、そういうことはどこの地域でもあると思います。まあ、例えば北海道に住んでいる人が、まあ、小池さんに関心がありますかって言っても、まあ、ほとんど関心はないでしょう。同じようにして、例えば、まあ、大阪維新の会が何をやってるかっていうことも逆に言うと、大阪以外のところでは、やはり関心のない人の方が圧倒的っていうのはありますからね。まあ、地方行政っていうのは結構そういったものがあって、まあ、だからこそ、そういった好き勝手できちゃうっていう部分ですよね。ね、その1500万円もあったらね、まあ悪いことしちゃう人たちは出てくるだろうなって思うんですよ。そのぐらい。山口県の行政の方で4000何百万円間違って振り込んでしまって、で、その人が、まあ、オンラインカジノで全部ぶっ込んだんじゃないかっていう、まあ、出来事が以前あったわけですけども、1500万円っていうのも人によっては価値観的には、まあ、これをもらって持ち逃げしてしまおうって思えるだけの金額ではあるんですよね。まあ、これは何千万円単位だからそうなり得るって話じゃなくて、実際には100万円単位でも、やっぱり人によっては、その自分が犯罪者になったとしても気にしない人たちっていうのは、まあ、ある一定層はいるので、そうした意味では、まあ、効果よりも、そうした悪い人に悪用されるっていう危険性の方がはるかに高いんじゃないかなと思いますね。さてさて、今日の用意したニュースは、まあ、とりあえずこれだけなので、まあ、今日の生放送としてはこのぐらいにしましょうかね。で、動画っていうのもまあもちろん作っていくんですけれども、生放送は生放送で違うものとして楽しんでもらえれば、まあそれで OK っていう感じでございます。で、生放送のアーカイブについては、まあどうしてもその時の空気感っていうのがこのチャットとは離れてしまうので、まあ後から見る人はわからない部分はあるかと思うんですけども、たまたま時間があったら、まあ見に来てもらえると、皆さんの書き込んだものを元にして私もそれに反応することがあるのでね。もう全部に反応するわけじゃないですけど、少なくとも動画が、まあ私が一方的に話しているだけなので、生放送はそうした意味では私の反応があることもあるっていうね。まあこのぐらいの部分で、まあ少しその部分だけ得点かなというふうに思ってください。高田さん、勉強になり楽しかったでありがとうございます。M マットさん、お疲れ様ありがとうございます。まあ、喉のことを考えると、まあ、1時間ぐらいのこのあっという間に終わる感じが、まあ一番いいのかもしれないですね。多分ですね、誰かと一緒に、まあ食事をしながら話すとか、もしくは喫茶店でお話をするとかだったら、お互いに話してるから1時間以上はずっと喋ると。例えば2時間喋ってても実際には相手が1時間以上喋ってるとかなれば別に喉の負担もないと思うんですけど、生放送だとどうしても自分一人で喋っているので、
まあその分だけ喉が疲れやすいのかなと思って。まあちょっとした考え方としては、まあ誰かがこの、まあズームとかを導入して、この生放送で私と、誰かが話をする感じで、まあニュースについてまあいろいろ喋るとかね。まあそういった展開にすれば1時間だけじゃなくて2時間でもそんなに喉に負担はないのかなとか。まあそういったこともちょっと考えるんですよね。まあ誰がそのパートナーになるかっていう問題はあるんですけども。まあでもそういったこともちょっと考えたいなと。いずれはね。桜島俊さん、これからは上川を探せだな。そうですね。まあかなり唐突に始まることもありますね。その時はよろしくお願いします。というわけで本日の生放送はここまでといたしましょう。2022年8月17日の生放送でございました。次回はきっと動画になるかと思います。動画では私に話しかけても私が反応することはありませんのでご了承ください。それでは皆さんおやすみなさい。またね。